雲のかかった夜空の下、宗十郎は相変わらずの徒歩でアパートに帰ってきた。カンカンカンと錆びた金属音を踏みながら階段を登っていく。アパートの塀に置かれた自転車をちらりと見て、自分も自転車があれば楽なのだろうか。でも余分な出費だし、あれば便利だけどなくて死ぬようなものじゃないし、もう少し我慢しようなどと真剣に悩んでみる。ドアに到着してリンゴの詰まった紙袋を抱えたまま鍵を取り出す。あれば便利だけどなくて。と首をかしげる。虐待もない自分の言葉に引っかかるものを感じた宗十郎だったが、もらい物のリンゴをどうさばくかでいっぱいだったこともあり、あっけなくスルーした。紙袋を流し場に置いて部屋の電気をつける。時刻は午後10時過ぎ。試験前なのでいつもより1時間早い帰宅。とりあえずリンゴを一つ食べてみるかと台所を振り返ると、新聞受けに差し込まれた封筒に気がついた。差出人の明記はなく、切手すら貼っていない。中には1枚の手紙が入っていて、要件と差出人の名前だけが書かれていた。内容は至ってシンプルで、話があるので、今夜どこそこのここに来られたし、大事なようなので、来るまでずっと待っている。言うまでもなく、他言無用。という旨が簡潔かつ凛々しい文字で綴られていた。差出人の名前は青崎青子とある。丁寧なことに待ち合わせ場所の詳細な地図まで同封されていた。ふむと少しだけ首をかしげて、彼はアパートを後にした。その後、主人のいなくなった部屋で残された封筒は一人でに燃え出し、初めから何もなかったかのように跡形もなく消滅した。今回のパートは長いからね、皆さんちょっと一気に見んでもいいから順番に見てってください。はい。みんなが思っとる以上に今回のパートは長いです。もちろん面白いんだけどね。長くてだれるんじゃなくて、長くてクソ面白いから、もうそこは期待していいんだけど、一応に見るにはちょっと大変だからね。まあ小分けに見てもいいように小分けにしとるからね。そこら辺はお願いします。はい。高度成長期もひとまずの落ち着きを見せ、安定期に入った80年代後半。街の近代化は着々と進み、新時代を代表する JR の駅が落成しようとしていた頃、三崎町の隣にある八代木にまた一つ町の新しいシンボルが生まれようとしていた。その名前は八代木ブレッド&キッズイランド。三崎市最大の不良債権、後にバブルのあだ花と言われる一つの時代の残骸である。この町には夢とか遮奪さが足りない。今を遡ることを10年前、八代木の名士であり全国に多くの工場を構える時津製パン株式会社、通称トッパンの経営者時津百合彦、当時56歳は、そんな使命感を合言葉に所有地であった八代木郊外の土地を開放、三崎市を代表するレジャーランドの建築に着手した。こうして運命の1981年、完成までに3年の年月を費やし、夢とユーモアあふれる地域密着型遊園地八代木ブレッド&キッズイランドは、その短い人生をスタートさせた。敷地面積35万ヘクタールか。だよな。ヘクタールだよな。合ってるよな。な。俺間違ってる。ごめんね。額がないんです。
ゲートをくぐった人々の目を奪う豪華絢爛なメリーゴーラウンド。のたうつ竜のように遊園地をぐるりと囲むコースター。当時の建築技術の限界に挑んだと言われる無駄にギミック満載な観覧車。完璧だ。遊園地に必要なものは全て積み込んだ。自らの仕事っぷりに目を細めるゆりひこだったっけ。ゆりひこで合っとるよな。すぐに名前忘れる。すぐに漢字の読み方忘れる。読み仮名がない。ゆりひこでいいな。キッズイ大好きなんだよな。てか、ゆりひこ大好きなんだよな、俺。だが、その自信を裏付けるように、開園当時の盛況はこの世の春だったという。だがしかし、夢とシャラツのバランスを彼らは豪快に間違えていた。あまりにもブサイク、かつパチモン臭いオリジナルマスコット、キッツィちゃん。必要以上に園内を賑わす焼きたてのブレッドの売店。焼きたてブレッドの売店。80年代初頭から流行り出した大迷路を極限まで難解にしたミラーメイズ。キッズイランドにはドリームはない。ただ悪夢のようなユーモアがあるだけだ。各種専門誌はこぞってキッズイランドの欠点を挙げつらい、客足は減少。また不運なことに母親とはぐれた6歳児が園内の施設で遭難し、衰弱死寸前で救出される事件まで起きてしまった。開園から5年後の1986年、悪化の一途をたどる経営不振。キッツィちゃんのブレイクに余剰をかけていたゆりひこの引退が重なり、キッズイランドの運営は困難となった。こうして地域の人々に惜しまれながらも、三崎市唯一の遊園地はその短い人生を終えたのだった。また余談ではあるが、キッツィさんをデザインしたパリ在住自称のアーティストトッキー・ユーリッヒも閉園を悼むようにその筆を折ったという。トッキー・ユーリッヒって時津ゆりひこ、まあいいや。そして現在深夜0時のキッズイランドはかつての豪華などみじんも見られない。おもちゃ箱の片隅に追いやられた人形のように一人寂しく今も生き続ける街からの明かりに照らされている。なるほど。宗十郎はパタンと来る途中で拾ったヤシロギ案内のしおりを閉じた。いまいち実感が湧かない歴史だが、これも必須というやつだろうと納得する。遊園地の正門は施錠されていなかった。以前アルバイトに来た時、入り口は錆びた鎖によって施錠されていたが、今は外され、鉄柵も少しだけ開いている。宗十郎は手紙に書かれた地図に従ってひょこっと園内に侵入する。急ぎのようなんだろうけど、こんな夜中に何なんだ一体。らしくない愚痴を言う。世間知らずな彼にでもこの行為が良くないことだと分かっているからだろう。廃墟になったとはいえ、立ち入り禁止の遊園地に忍び込んでいる。不法侵入、窃盗、泥棒。決して胸を張れることではなく、犯罪といえば犯罪なのだが。すまない。お金は払えないんだ。ただで入って申し訳ない。彼にとって後ろめたいのはその一点だけらしい。目のペンキがいい感じに
溶け出しているキッツィちゃんの像にパンパンと手を合わせる。赤ペンキを眼下から流すマスコットを通過して、宗十郎は夜の遊園地へと歩き出した。色落ちた建物、錆びついた機械の群れ、もう時を刻むことのない作り物の住人たち。かつての栄光とのあまりの落差に幽霊すらいたたまれず住み着かなくなったゴーストタウン。まるで夢の化石だ。ここは人の手によって作られながら人々に置き去りにされた楽園の跡。経済が安定し、人々の生活水準は右肩上がりで、誰もが未来に不安を抱えなかった競争の時代の遺物である。白い息を吐きながら宗十郎は廃遊園地を歩いていく。人気はないが山中の闇に比べればそう怖くもない。郊外といっても様々で、キッズイランドは遊園地にしては珍しく住宅地のそばに建てられている。遊園地は林に囲まれているが、それも所詮は人工のもの。教室の窓を閉ざすカーテンと何ら変わりはない。キッズイランドを囲む鉄柵を越え、20メートルほど造林された木々を抜ければ、簡単に見慣れた街並みに帰ることができる。都会の人間にとって夜の遊園地は恐怖を、正気っていいのかな、歓喜させるものだが、宗十郎にとってはこの遊園地も駅前の喧騒も怖さの深度は同じだった。あれか。静まり返った中央広場から案内に従って西に。着いた先には曇天の夜をバックに凹凸の多い異様異彩な城がそびえていた。遊園地の中でもひときわ大きい建造物。コースターや観覧車が銅のアトラクションなら、あれは正のアトラクション。キッズイランドの三大シンボルの一つであり、ある意味この楽園を閉鎖に導いた魔の建物だ。一般的に遊園地のメイズは大きく2種類に分類される。建物の広さで来訪者を迷わすラビリンスと、交錯する光で来訪者を惑わすミラーハウスだ。大迷路はその広さ、束の間の冒険性で多くの来訪者たちを楽しませた。後年か。刺激をより増していく他のアトラクションに押され衰退していくことになるが、それは一世を風靡したものの宿命だろう。新しいものは次の新しいものに駆逐されなければならないのだから。一方、ミラーハウスは古くから愛されてきた定番だ。学校の教室ほどの広さでも鏡の設置と光の演出で来訪者を楽しませ迷わせる。コスト面に優れたミラーハウスは大迷路よりはるかに長生きしたアトラクションだ。両者とも新世紀には姿を消すことになるとしても、遊園地を代表する遊び場であるのは間違いない。が、だからといってその2つを混ぜるのはよろしくない。それでは訪れたものを楽しませる迷路というより、踏み入れたものを返さない魔境になってしまう。さもありなん。その魔境こそがキッズイミステリーツアー場なのであった。係員に助けを求めた入場者実に 5%。西洋の城を模した建物は奥行き100メートルほどもあり、内部はさらに3層に分かれている。地上2階、
地上2階、地下1階の迷路は全て鏡張りで、熟練者でも脱出に30分を要するほど複雑かつ広大。一度足を踏み入れたが最後、向こう半日は表面恐怖症に陥る大迷路の慣れの果てが、こうして操縦路の目の前に立ちふさがっているのだが。真っ暗ってわけじゃないな。電気とかついてるんだろうか。そもそもミラーハウスを知らない操縦路の関心は明かりの有無のみに向けられている。もう一度青崎からの手紙を確認する。手紙にはミラーハウス1階ロビーで待ってますとある。待ち合わせ場所は確かにこの中だ。伝統の有無はともかく、開けっぱなしの入り口から見える内部はうっすらと明るい。なら間違いないだろうと操縦路はミラーハウスの入り口に向かって歩き出した。カツカツとレンガの道を踏み鳴らす音。街の喧騒は遠く。時計の秒針は数年前から動かず。風の音すらない冬の夜。そんな第三者がいれば固唾を飲んで呼吸を止めそうな静寂の中。操縦路はミラーハウスの入り口でピタリと唐突に立ち止まると。ところで青崎、そんなところで何してるんだ？今歩いてきた広場を振り返って不思議そうにそう呼びかけるのだった。勢い、身を隠していたゴミ箱ごと突っ伏す音。しばしの静寂。1分ほどで俳優園地は元の静けさを取り戻した。ついでに観念したように物陰から現れる少女が一人。いいなあ、青子のこの服いいよな。すごいね、なんて言うんだろう、様になってる。ニットとデニムも確かに、そのね、出るとこが出とって、しぼんどるところがしぼんどってとかさ、なんかね、スタイルがすごいいいなって感じで、あれはあれでものすごくいいんだけど、こっちの服もね、動く用の、そのアクティブ用に、いろいろね、なっとる服で、これはこれでね、ちょっといいんだよな。すごい似合っとる。他にどんな服の案とかあったんかな。なんか、内部資料とか、あれだな、ちょっと、購入特典、これ終わった後見てみようかな。見知った顔と見慣れない私服姿に声が止まる。はらりと長髪を流して現れた青崎青子は、操縦路の知っている彼女とは違っていたからだ。凛とした背筋と手足が意志の強さを一層際立たせている。まっすぐに相手を射抜く瞳。澄んだ瞳は比喩ではなく、錯覚でなければ実際に薄い光を帯びている。氷の無機質さと少女としての力強さ。その不釣り合いな組み合わせが危機感の欠如した操縦路をしてよからぬ空気を感じさせた。例えるなら怪談でいう雪女が現実に現れたような。青崎。ついと操縦路は後ずさる。小さな驚きと違和感。そしてそれらを上回る嫌な予感に混乱しつつあるが、とにかく都会の礼儀として声をかけたのだが。その顔を見るに何かあったのかと一応聞いておくんだけど。挨拶もなく青子は一歩前に進んだ。その姿、その雰囲気が操縦路の曖昧な記憶を揺さぶる。心中工作しまくっていた操縦路の不安はそろそろ確信に変わりつつある。あの時は後ろ姿だけだったが、今にして思えば夜の公園で見た人影と目の前の少女の姿はなんとなく。
どころか瓜二つではないだろうかと固唾などを飲む始末。何をしていたかって話なら見ての通りよ。ここで獲物が通り過ぎるのを待ってたの。あなたが入ってから私も入って逃げ道をなくすつもりだったから。なのにいきなりこれとはねと腐りながら青子は言った。そうか、待ち合わせ場所は合ってたんだな。よかったと内心でほっとする宗十郎。割と余裕があるのか、それともここに至ってやっぱり現状が把握できていないのか。そんな宗十郎の鈍い反応をあえて無視して青子は続けた。私はね、しずきくん、嫌いな人とか憎い人とかは人並みにいるんだ。ただちょっと変なのが敵になるやつの条件でね。凍った僧帽に火のような感情が灯る。彼女の足はさらに一歩前へ。宗十郎はますます嫌な予感、さっきというのだろうかを覚えて後じさりする。二人の距離はなんだかんだときっかり5メートルをキープしている。昔から私は嫌いな相手でも敵と思ったことはなかったの。でも逆に好きな相手を敵だと思うこともあった。理由は単純。そして彼女は右腕を目の前に掲げた。洋服越しに光って見えるのは目の錯覚ではなく、当たり前のことだけど、私は私の感情を乱すやつが敵なのよ。掲げられた右腕が震われる瞬間、何か視認しづらい物騒なものが宗十郎から20センチばかり左にずれて放たれた。青い光とも火の玉とも取れる発火現象を目の当たりにして宗十郎はようやく現状を把握した。ちょっと待った、今のは大変見覚えがある。そんな間の抜けた感想は聞き流し、外したかなんてことを青子はつぶやいた。青い光はミラーハウスの壁に拳大の穴を開けたばかりか、未だにゴーゴーとくすぶっていた。あれなら人間一人の頭を陥没させることも、まるっと黒焦げにすることも可能だろう。ああ、こんな射程で外すなんてアリスに見られたら自殺者ね。でもこれで分かったでしょ。2度目だものね、あなたにとっては。急速に腰が引ける宗十郎。理解不能を通り越して思考停止まで一歩手前。瞳に映るのは頼れる生徒会長だったものの姿と、2日前に目撃した夜の公園のフラッシュバックだけだ。彼には経験がなく、また法治国家に住むほとんどの人々には経験がないことだが、指を引くだけで人間を殺せる凶器を向けられた時、知性は善悪はおろか夢と現実、過去と未来の判断を停止させる。それまでの生活が平穏であった分だけ、その停止はより強いものになるだろう。思考にあるのは生きている今の自分の姿だけ。白紙の上にポツンと置かれた黒い点と変わらない。後も先もない、ただそれだけの状態。それが銃口を向けられた人間のごく平均的な思考である。あ、命乞いはやめてね。意味ないから。でも恨み事ならご自由に。殺す側の義務として一言一句聞いてあげる。意味がないとは一切聞かないということらしい。もっとも宗十郎はショック状態で声を上げる行為そのものが思いつかない。確かなことは、
そう、理由はともかく、目の前の少女が自分を殺したがっている現実だけ。嘘つきにも程がある。飛び丸のバカ、何がそんな生き物はいないだ。実際いるじゃないか、こんなお化けみたいなのが。もし口に出していたら間髪入れず第2撃が飛んできたであろう感想を宗十郎は寸出のところで心に留めた。友人への悪態でショック状態からパニック状態に持ち直す。しかしそれは決して余裕から来たものではない。ある日突然何者かに殺される。そのあまりにも理由のない非日常は、でもそうだった。都会には殺人事件がある。ルールを破れば殺されるのは当たり前だってちゃんと教えてもらってた。都会に慣れていない宗十郎にとって極めて現実的なものだったからだ。彼にとって同級生に殺される現実はそう驚くべきことではないらしい。人が人を殺すケースが起こり得る社会ならばそういうこともあるだろうと受け止められる。彼は青子の行為、凶行に至る経緯に何ら疑問を持っていない。なので今彼を混乱させているものは青子が起こしている発火現象だけなのだった。宗十郎の喉がごくりと唾を飲み込む。その反応は誰の目にも恐怖でしびれている犠牲者に見える。そういうことよ。ようやく理解してくれたわね。多くは語らないけど、あなたにはここで死んでもらう。魔術は隠匿するものなんて言ってもそっちには関係のないことだし、単に運がなかったって思えばいいわ。大事なのは私があなたを殺したってことだけだから。さてとばかりに青子は再度右手を掲げた。機械を思わせる駆動。服の下で青い光が回転している。それがさっきより長い。つまりきっと今背後の壁を燃やしているものよりずっと強いことに気づいて宗十郎の混乱は加速していく。いやなんだ、つまり始末するとかしないとか、あの夜のお化けは青崎だったとか、都会は本当に込み入ってるとか、そういうことじゃなくて、混戦する思考、警鐘を打つ心臓。もう立ち尽くしている場合じゃない。目の前の少女が同じ人間であるかさえ怪しいが、それはともかくやっぱりたとえ納得がいくと言ってもきちんと考えてみたら。待て、人殺しはいけないんだぞ。やっぱ宗十郎大好きだわ、本当に。好きだわ。この通り、いくら都会のルールだからって殺されるのはごめん被る。分かってるわよ、そんなことは。そやな、こっからあれやぞ、このなんだろうな、この魔法使いの夜っていうね作品のこのスクリプトっていうんだけど、この視覚効果というかさ、この移り変わり立ち変わり本当になんか来るから、そこをすごい楽しみにしてください。はい、行きましょう。あまりにも空気を読まない宗十郎の意見は的確に青子の逆鱗に触れまくった。連続で打ち出される青い魔弾ととっさに背後の闇、ミラーハウスの入り口に駆け込む宗十郎。なんだい今の、なんだ。無我夢中で長い通路を走る。たった2メートルの全力疾走で息が上がっているのは衝撃を上回る見たこともない出来事への驚きと、本気であと1秒でも飛び抜くのが遅かったら死んでいたという実感のせいだ。足を止める余裕はない。宗十郎の後ろには容赦のない足音が迫っている。けど助かった。ここならなんとか。
なるかもしれないと全力で走る。ミラーハウスは入り口からエントランスに当たるロビーまで細長い通路が20メートルほど続いている。このままロビーまで逃げ込めば、あとはいくらでも隠れ場所はありそうだ。助かった。大きな空間にたどり着く。ここが1階のロビー。通路は3つ。地下に降りる階段と1階迷路への入り口通路と2階に上る階段。今はどれでもいいと宗十郎は直感的に1階の迷路へ逃げ込もうと踏み込んで、ガイーンと透明の壁に頭からぶつかった。鏡？ええ、面倒だけどそれならフェアでしょ。追いかける方にも逃げる方にも有利不利がある。どことなく楽しげな声が届く。いちいち振り向くまでもない。今彼を弾いた鏡にゆっくりと歩いてくる青崎青子の姿が映っている。それと1階の奥にある出口は封鎖しといたから。結界じゃなくて物理的に。やりすぎて封鎖っていうより瓦礫？土砂崩れ？どっちでもいっか。とにかく下手に出口に近づくと崩落に巻き込まれるから、生き埋めが嫌なら近寄らないことね。近づいてくる足音に焦りながら宗十郎は手探りで壁に向かう。見えているのは2階への階段だ。青子の言っていることはさっぱりだが、1階はまずいということだけは確かだ。ま、私としてはそっちのが助かるけど、形式上事故死の方が後始末とか楽だから。背後には正体不明の生物。彼女は軽口とともにこれ見よがしに右腕を持ち上げる。それは服の上からでもわかる。彼女の体には不釣り合いな一種奇怪な文様だった。そもそもこれはフェアな話じゃないんだけどね。フェアってわけじゃないんだけどね。一方的な殺戮なんだけどね。けどやっぱ青崎青子は自分の納得できないことは許せないっていうのがあるから、まあ本当にそれがフェアかどうかは置いといて、やっぱ青子の基準の中でフェアだと思えることはもう一貫してやりにくっていうのが彼女の性格だよ。皮膚の下の血管。体をめぐる機能の一つが人間以外のもので回っているような。それを痛ましいともおぞましいとも感じたのか。一瞬だけ足を止める宗十郎とその視線を受け流す追跡者。ああ、これ？普段は塗り薬で隠しているんだけど、今日は特別。魔術刻印って言ってね、魔術師の証みたいなものよ。ほら、光が回ってるでしょ？これがさっきのスナップ。わかりやすく言うと弾丸の元。今日は調子いいし、私魔力を効率よく使うのだけは自信あるし。あと30回ぐらいかな、さっきみたいな。さっきみたいな操作ができる。なるほどね。ダダダダダってやつだよね。感情がハイになっているのか、彼女はやけにフレンドリーな口調だった。もっとも会話の内容は物騒なことこの上ないのだが、そもそも何を言っているかよくわからないんだけど、青崎。わからない？弾数はあと30発ってこと。そこまで逃げ切ればあなたの勝ちよ。とりあえず今日のところはね。今日はって明日もあるのかな。眉を潜めて悩む宗十郎。強行しながらもやっぱり根っこのところで危機感のない態度に青子もかすかに眉を寄せる。やっぱりこいつは理解できないと。宣言はしたわ。自由時間はこれでおしまい。まだ罵り足りないだろうけど、その手の時間はキリがないしね。この辺りで諦めて。
どうもこの弛緩した会話劇は意図的に用意されたものらしい。届かない命乞いではなく殺人者を呪う権利。青子流の公正さなのだが、締まらないことに今回はうまく機能していなかったようだ。とにかくそういうことだから。じゃ、狩りの時間と行きましょうか。感情を排した声と冷酷に獲物を見据える瞳。それで今度こそ本当に自分が殺されるという現実を宗十郎は実感した。